またまたレボリューションさんに来ております。うちの86万円号なんですが、筑波サーキットの時にですね、土屋さんに乗っていただいた時に、これ結構いい音してんじゃん、マフラー買ってんじゃんなんて言われたんですけれども、あれは実はミッションマウントでやはり振動が車内のノイズになってて、土屋さんはそれが結構いい音してんじゃんなんて、言ってたんですけど、そこがちょっと音がでかすぎるかな。ただなんか結構その振動とか音が車内では結構レーシングな感じも味わえるっていうのが、やっぱありまして、なんかそれが程よい加減になればいいかなと。そこで今回持ち込んだのがこれです。全部ゴムの強化ゴムのミッションマウントですね。これは京都のオートクラフトさんで発売されているパーツです。ゴム自体も 20% 強化されているというものになってます。これで、そのノイズ関係がどんな感じに変わるか試してみたいと思います。いつもね、高木さんお願いします。こんにちは。確かに純正とまた形状違いますもんね。これでだいぶ静かにはなるかもしれないですね。はい。この日の作業はこれで終了で、またまたレボリューションさんへ。はい、本田です。再びこちらレボリューションに来ております。この86万円で買ったホットバージョン86ですが、見た目ノーマルで新型に勝つということで、見えないとこちょこちょこやって、その目標を達成しました。で、次のステップとしてですね、ガズーのワンメイクレーシングカー、あれに勝つと。ガズーのワンメイクの車両と同じ、スプリングとダンパーを装着して、どこまで迫れるかということを今回テストしてみたいと思います。で、また買っちゃいました。これが今回つけるトヨタ86ガズーのワンメイクレース用の、指定の TRD 製のダンパーとスプリングのセットとなります。ブラケットとかこの辺はロアブラケットも含めスプリングシートも含めこの辺は新品になってます。はい、でダンパー本体とスプリングが、うちのワンメイクで使ってたものを、数レース使ったものを、組み合わせて中古なんですけど使ってます。なぜ交換時期が短いのか。新品の美味しいところだけを使いたいというところだけです。シーズン通して買えないチームもあるとは聞いてますが、うちとしてはそのダンパーテスターもあって管理できているので、新品の美味しいフレッシュなところの美味しいところだけ使って、あとは外してしまうっていう使い方をしてますね。もうプロクラスのトップ争い、そういうのもあります。はい、クリックがついてて、一番締めたところから、1回転前後で使うっていうのが一般的なんですけど、僕らは結構締め目で使ってるっていう感じですかね。でまずダンパーよりもスプリングがやっぱりちょっと、難しいことになっててですね、どうしてもこのスプリング巻きが細くてレートがあまり上がってないタイプのスプリングなんで、テンションかけるしかないんですよ、使うのにいいとこ出すのに。種類はないんですか？ないです。はい、前用後ろ用しかないです。これテンションしてるんですよ、ものすごく。これもっと重長全然長いんですね。はい、でもともとこのスプリングフロントモリアも3、4キロぐらいのレートしかないんですよ。はい、でそれをプレロードをかけて、10キロ前後で使うっていう使い方をしてるんですね。あとキャンバーがあるんですけど、基本的にはキャンバーはですね、この許されてる部品がこれキャンバーボルトあるんですけど、これを上に入れるとですねキャンバーがつくんですよ。で今回これを用意しました。はい、でこれをつけてキャンバーを目いっぱいつけて組んでいただく。こっちが TRD です。でこっちがノーマル。ノーマルの方がここの部分がね太いんですね。細いですね。これ純正タイプだね。これ
入りません。穴の位置が、ずれて穴がついている。で、止めるとキャンバーがついた状態で、セットされると。早速取り付け。ついにこれでノーマルダンパーから卒業です。少し気になっていた高速コーナーのふらつきが解消できそうです。でアライメントもしっかり取りました。そしてニュータイヤとホイールも準備。一応重さも計測です。10.03。軽いですね。軽いですね、意外と。ホイールもすごい軽いですね。そうですね。ポテンザのホイールです。16インチにすることで結果 12.8 キロも軽量化できます。ありがたいや。で早速ホンダ P が車庫帳をチェックです。まず乗り心地、ノーマルと変わらないというか、ノーマルよりガタピシャこういかない、破綻するとこがなくなっていいですね。スプリングが硬いんですけれども非常に当たりが柔らかくて、いい感じです。ノーマルよりも酔わないみたいな、そんな乗り心地になりました。でこれね、スタビのやっぱリンクなんかが効いてるんですけど、青木さんの話だとやっぱスプリングにプリロードをかけてプリロードをかけると結構なんかしなやかな感じが出るということらしいですね。その辺も効いてるんじゃないでしょうか。で切った時の、ロールとかピッチングがもう半分というかもう3分の1ぐらいですね。ロール量もそうだし、ロールスピードもすごくゆっくり動くように、ピッチングも含めて。でこの車ブレーキパッドがエンドレスの GR2 っていうスポーツパッドをつけてたんですけれども、やっぱりワンメイクレースに使ってるブレーキパッドっていうことだったんですが、ノーマルのスプリングダンパーだとね、ちょっと踏んだだけでももうノーズタイプがちょっとイメージ以上にドーンと動いちゃうみたいなとこがあったんですが、それがちょうどこう、ノーズタイプがイメージ通りこう動くみたいな、そんな乗り味になってます。非常にいいですね。さすが TRD の車庫帳、高いだけあります。そう、この辺のね、このロール量すごいフラットな感じですね。めちゃくちゃフラットライドになりました。やっぱ大きい段差乗り上げた時のトーンはねありますね、ノーマルよりもね。ただドンの後のドカドカっていう暴れる感じはノーマルにあったそれはなくなってるんですよね。そこがいいところで快適ですよ。快適です。なんかロングツーリングとかもこっちのサスペンションの方がなんか快適で疲れが少ないような、そんな印象です。決戦の舞台筑波サーキットへ。ガズーレーシングのマシンとタイムアタック対決です。ドライバーには佐々木正宏選手を抜擢。このレースのシリーズチャンピオンも獲得してます。さあやってきました筑波サーキットです。中古の86万円の86の企画です。今回なんと、目標がですね、ガズーワンメイクの車両です。いやー、これ僕がね、2016年かな、これでチャンピオン取ってます。なので、この86ワンメイク号は絶対負けられない、そんな勝負になります。ホットバージョン86万円号。事故車の86を小泉商会で値切って購入。その後およそ100万円のチューニングを
コツコツと行い、今回ついに車庫帳を投入。 PS4 でもデータを取りますが、今回の注目はこれ、そうポテンザの RE07D。 熾烈なタイヤメーカー争いで知られているガズーワンメイクを3年連続で制したチャンピオンタイヤだ。小倉クラッチレボリューション86。 86レーシングというグレードでロールゲージとかが入ってます。新車で買ってから、TRD 製の指定のゴムブッシュ、これを交換して、86万円号につけた同じ TRD のスプリングとバネのサスペンションをつけて、決まったサイズのホイールを使ってタイヤを使ってやるレースですね。ゴムのレーシングに対してアルミだったりジュラコンだったりする、もうちょっとハードな素材を使ったものでサスペンションの剛性を上げてると思うので、それと、駅マニマフラーとコンピューター全てワンメイク車両ノーマルですが、そこの部分で排気に性能がちょっといいだろうっていう部分と、やっぱりロールゲージが86ワンメイク入ってます。86万円号入ってません。ここでもう40キロぐらい重さが多分違うと思うので、86万円号の方が有利と思います。まずは気になる車重チェック。ガソリン残量はご覧の通り。ガズーワンメイク車両の重量はというと 1222 キロ。86万円号はというと1205キロでした。はい、17インチミシュラン仕様でですね、何秒出るかちょっとやってみたいと思います。1分9秒911です。ノーマルダンパーの時ね。そこから TRD のまず車庫帳だけでどのぐらいタイムが変わるか。まずはミシュランの PS4 でアタックへ。佐々木選手曰く、この車の不満点はシートとのこと。確かにそうだと思います。最終コーナーではいい動きをするとのこと。なんと車庫帳だけで2秒近いタイムアップに成功。全然上がってますね。この間前回ちょっとね気温的には暑かったんで、その差もコンマ5秒ぐらいあるんじゃないかっていうところですね。もうすでにコーナリングスピードが高いんで、バケットシートがないとかなりきついです。はい。計測だけでね 1.9 秒タイムアップしました。それすごい。今走り的には満足いくレベル。動きはものすごい良くて、アンダーも全く出ないし、ちょっとねこう行き過ぎるとオーバーになるぐらいかなっていう。でもタイヤで多分止まると思うんで、次のタイヤがものすごい楽しみです。はい、ワンメイクレースとそんな変わらない。すごい似てる。はい。ただやっぱりファイナルがショートなんで、すごいこう加速感はあります。あと駅マニとかそこら辺のパワー系でちょっとエンジンが吹いてる感じはします。はい。はい、これは普段僕がレースに使ってるマイカーです。絶対負けるわけにはいかないので、ちょっとねめちゃくちゃ
頑張ってみます。これはガズレーシングのワンメイク用の86です。これはね普段僕が乗ってて、今年のシリーズ3位でした。1個上には谷口先輩がいたんですが、残念なことに3位になってしまったんですけれども、僕が普段乗ってる現役バリバリのこの間まで使ってるワンメイク車です。タイヤもね 07D というねワンメイク用の、タイヤですね。単純にねなんか遅いぞこれ。ファイナルかな。さあアタックへ。佐々木選手のドライビングに注目。ステアリング操作はとても一定にゆっくりと切り、シフト操作の速さからは美しさも感じられる。車をきれいに走らせている感じが伝わる走りだ。タイムは1分6秒906。やっぱりねちょっとねかっちり感が少ないんだな。86万円をあれはねなんかねファイナルとエキマニとか効いてんだろうね。エンジンのこの3速の4、5線あたりのトルク感が全然違う。前に車がどんどん進むもんね向こうは。なかなか、この車パワーがない感じがする。あと動きもちょっとねこっちの方が大きいね。はい、そんな感じです。レボリューションさんのこのエアツールも気になりますが、86万円号のタイヤを交換です。ミシュランからポテンザの RE07D へ。変えたのはタイヤだけ。ワンメイク号と同じ 07D を履いて再度アタックしてみます。内圧いくつスタートとか言っちゃって大丈夫ですか？いいですよ別に。冷感が 1.60 フロント、リアが 1.65 で、多分音感で今200いくかいかないかぐらいかなみたいなところだと思いますけど、今に、ね、2周ウォームアップ入れてるんで、意外と上がってきてるとは思うんですけど。中古のミシュランから何秒、1秒半ぐらい上がるかな。1秒半ぐらい上がるんじゃないですかね。でも本当に導入の美味しいところをうまくつかめれば2秒上がってもおかしくはないと思うんですけど、6秒中盤から前半ぐらいでそうかな。さあどうか。
出ました1分6秒369。和めぐり勝ったぜ。うわー、コンマ6、あれコンマ5、6ありますね。もうお役目もう目的達成です。マジか。多分これシートが入ってたらもうちょっと早い。もう体が動いちゃってシフトが入んなくなっちゃったりするから、そういう意味でもシートがちゃんとなってればもっと早いと思うし、10万キロで、この剛性感、なんかねステアリングの剛性も違うんだよね。なんかステアリングもなんかやってんのかなっていう。やってますよね。リジットブッシュですね。あ、そうなの？俺のも入れといて、ワンメイ君を。それルール違反だからダメでしょ。あ、ダメなんだ。まあ全然ね、そういうところも全く違います。このコンマ5の差っていうよりももうねインフォメーションがちょっと違うんで、乗ってて面白い、しっかりした車になってるなっていう印象があります。はい、はい、タイムアタック終わりました。こちらの、86万円号ヘアピンなんかがね2足使わなくていいので、ギアがまず忙しくないんですね。縦のシーケンシャルみたいな3434みたいな感じで走れちゃいます。そういうところがねすごくギアも合ってるし、気持ちよく走れて、それがタイムにつながったのかなと思っています。こちらはですね加速がねちょっと物足りない。ヘアピンなんかも2足で回らなきゃいけないし、ちょっとねバックストレートも5に入るのかな、4で引っ張れるのかな、最終コーナーも4で回りたいんだけどちょっとねパワー感がないっていう、そのギア品が全然美味しいところにいませんでした。86万円号10万キロオーバーでこのタイムってすごいなと。コンマ5ぐらい差があるので、古い車でも、こういう風な遊び方だったり、新型に未来出るね新型に勝てるような、チューニング内容になってるんじゃないのかなと思ってます。